女仙、芥川龍之介作。昔、信濃のある田舎に書生が一人住んでいました。何しろ信濃のことですから、桃の花の咲いた窓の下に本ばかり読んでいたのでしょう。すると、この書生のうちの隣に年の若い女が一人、それも美しい女が一人、誰も使わずに住んでいました。書生はこの若い女を不思議に思っていたのはもちろんです。実際、また彼女の身の上をはじめ、彼女が何をして暮らしているかは誰一人知るものもなかったのですから。ある風のない春の日の暮れ、書生はふと外へ出てみると、何かこの若い女の罵っている声が聞こえました。それはまた、どこかの鶏がのんびりと時を作っている中に、いかにも物々しく聞こえるのです。書生はどうしたのかと思いながら、彼女の家の前へ行ってみました。すると、眉を吊り上げた彼女は、年を取った木こりのじいさんを引き据え、ぽかぽか白髪頭を殴っているのです。しかも、木こりのじいさんは、顔中に涙を流したまま、平謝りに謝っているではありませんか。これは一体どうしたのです。何もこういう年寄りを殴らないでもいいじゃありませんか。書生は彼女の手を押さえ、熱心にたしなみにかかりました。第一、年上の者を殴るということは、終身の道にも外れているわけです。年上の者を？この木こりは私よりも年下です。冗談を言ってはいけません。いいえ、冗談ではありません。私はこの木こりの母親ですから。書生はあっけに取られたなり、思わず彼女の顔を見つめました。やっと木こりを突き放した彼女は、美しいというよりも、凛々しい顔に血の色を通わせ、まじろぎもせずにこう言うのです。私はこのせがれのためにどのくらい苦労したかわかりません。けれども、せがれは私の言葉を聞かずに、わがままばかりしていましたから、とうとう年を取ってしまったのです。では、この木こりはもう70くらいでしょう。そのまた木こりの母親だというあなたは、一体いくつになっているのです？私ですか？私は3600歳です。書生はこういう言葉と一緒に、この美しい隣の女が仙人だったことに気づきました。しかしもうその時には、何か神々しい彼女の姿は、たちまちどこかへ消えてしまいました。うらうらと春の日の照り渡った中に、木こりのじいさんを残したまま。